1時間経ってもカリカリ15分でできるフライドポテトの作り方です。はい、じゃあこれ今1時間経ちました。食べてみます。お疲れ様です。料理研究家ひろさんキッチンです。フライドポテトってお家で揚げると揚げたては美味しいんですけど、時間が経つとすぐしなしなってなっちゃうんですよね。で、そこで今日はこれなんですかね、これを使って1時間経ってもカリカリなフライドポテトを作っていきたいと思います。で、これはめちゃくちゃ安いし手に入りやすいものなんでご安心ください。それでは早速材料を見ていきましょう。材料こんな感じです。じゃがいも、塩、水、秘密の材料で油なってます。これはね、後で紹介します。ではまずじゃがいもから切っていきます。じゃがいもはこの皮付きのまんま輪切りにしていきます。だいたいこんぐらいですね。うわ、腐ってるじゃん。じゃあ、じゃがいもまず皮付きで輪切りにしていきます。だいたい1センチくらいの厚さを目安にしてもらえば OK です。これやっぱじゃがいも、フライドポテトはやっぱね、皮付きの方が美味しいんですけど、やっぱソラニンとかありますので、剥いてもらってもいいですし、皮付きでも OK です。フライドポテトみたいに、細切りですね、こういう細切り、こっちでも OK です。なんですけど、実験した感じだと、輪切りの方がやっぱじゃがいも感があってね、美味しかったです。そしたら次は、このじゃがいもの重さを測ります。で、スケール用意してもらって、重さを測ります。で、じゃがいものこの分量はもう何でもいいです。今日は2人前なんですけども、3人前でも4人前でも OK です。その時に失敗しないために、ここで重さを測っておきます。今日は 250g ですね。で、この重さの 0.5% の塩を用意します。250なので、だいたい約 1.5g ですね、今日は。この塩の重さは、じゃがいも割る200で出てきます。でもいいですし、あとはじゃがいもだいたい今日ぐらいの中1個ですね。これに、親指と人差し指1回挟んだぐらいの量ですね、塩。これぐらいを振ってもらうと、だいたい1個分になるので、それで目安にしてみてください。ですね、こんな感じで、じゃがいも今度は塩をまぶして、ラップを軽くかけて、そしたら電子レンジで温めます。この温める時間は、じゃがいも 100g につき、600W の電子レンジで1分半温めます。今日は約3分30秒ぐらいですね。250だったので。これでだいたいちょうどよく温まります。ね、これちょっとめんどくさいかなと思うんですけど、この塩をちゃんと決めて振って電子レンジで温める。これで、じゃがいもそのもののうまさを引き出すことができるんです。はい、じゃがいも温め終わりました。それでは次はですね、今日の秘密登場します。じゃーん、米粉でーす。この米粉を使うと1時間経ってもカリカリのフライドポテトができます。じゃあ温め終わったじゃがいもに水ですね。水、これじゃがいも 100g に対して大さじ1です。米粉入れます。ですね、これを優しく混ぜてじゃがいも全体にですねまぶしていきます。でこの時に米粉だけだとやっぱちょっとカリカリにならないんですよね。この水を入れて少しこの重い感じの衣、これにしてあげるとじゃがいも1時間経ってもカリカリなんです。はい、ここまでできたらあとは揚げたら完成です。火つけてで油入れます。この油の量はだいたいフライドポテトが浸かるぐらいの量で OK です。油が温まってきたら入れます。これで全体がカリカリになったら完成です。でさっき電子レンジで温めておくことで揚げ時間短縮にもなるので、ぜひぜひこれ電子レンジ使ってみてください。であとこれ薄力粉とか片栗粉とかいろいろな粉で試したんですけど、
この食べた時の食感が米粉が一番こうじゃがいもをカリカリに揚げた時の食感に近かったんですね。なのでこう衣がついてるんですけど、食べた時に全く違和感がなく仕上がります。で半分の面カリカリになってきたらこうやってひっくり返します。ここでぶっちゃけちゃうと、もうフライドポテトってもうどんなに頑張ってあげても時間が経ったらしなしなになっちゃうんですよね。本当にまあ20分くらいじっくり時間かけてあげればまあカリカリにはなるんですけど、なのでこんな感じで米粉の衣の力を借りることによって短時間でもカリカリが長続きするフライドポテトが作れちゃう。これが今日のレシピのポイントになってます。こんな感じでうっすら表面が茶色になったら油切っていきます。もう塩でもケチャップ、マヨネーズなんでも美味しいです。これで1時間経ってもカリカリフライドポテト完成です。いただきます。カリカリうまっ。皮付きのこの厚切りでじゃがいもの風味めちゃくちゃ生きてますね。じゃがいもっていう旨味がもううますぎます。旨味がうますぎるっていうのはちょっとよくわかんないですけど、せっかくなんでちょっとこのまま1時間経ってからちょっと食べてみたいと思います。はい、じゃあこれ今1時間経ちました。食べてみます。こんな感じで1時間経ってもカリカリです。さていかがだったでしょうか。もう本当に今日のフライドポテトは普通のフライドポテトと違ってもじゃがいもの旨味がめちゃくちゃ生きてます。でなんでかっていうと、この塩して蒸す、これがやっぱ大事になってくるんですね。これがまあフランス料理のエチュベっていう技法なんですけど、これがまたポテサラとかハッシュドポテトにも使える技になってます。また詳しくはこちらの動画にあるので見ていただけたらなと思います。また何か感想や聞きたいことがあったらお気軽にコメント欄書いてみてください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。